オールスタジアへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回はフルメカニクス100分の1ガンダムエアリアルを作っていきます。模型ライト支援砲撃。ランナーは12枚。シェルユニットの内側がメッキで再現されていて、さらに HG では省略されていた肩のシェルユニットも別パーツで再現。マーキングシールはコーションマークもしっかりしているので、これだけで仕上げていきます。プロポーションは足と縦のエスカッシャンが長めでスラッとした力強い印象。関節は全体的に固めで、どんなポーズもしっかり保持してくれます。合わせ目はダウンチ加工されていますが、太ももの裏側に上下2箇所、ふくらはぎに1箇所 HG と同じように発生しているので、この連動ギミックを生かしながら合わせ目を消していきます。まずは太もも裏側上段ですが、着色しているラインに沿って切り離します。直線部分はカットソーでカットしたら、デザインナイフで何度もなぞるように切り離します。切り離したらタミヤセメントで元の合わせ目の部分を接着します。あとは組み上げた太ももにかぶせるだけです。次は太もも裏側下段を加工します。正面の装甲パーツを外して、内側のパーツを着色ラインに沿ってカットソーで慎重にカットします。内側の小さいダブ穴2つは根元からカット。大きい方は着色部分を削り落とします。合わせ目を接着したらほぼ完了です。あとは接着したパーツを通しつつ裏側からはめ込んだら、黄色いパーツを切断したパーツで挟み込んで、最後に正面の装甲パーツをはめ込んで組み立てます。参考までに右が加工したパーツです。同様にふくらはぎも加工します。挟み込んでいるフレームのラインに合わせてテープを貼って筋彫りをして、外側のラインを作ったら片側をカットソーでカット。合わせ目を接着してラインをずらしています。接着した合わせ目の段落ち部分は瞬間カラーパテで丁寧に埋めて硬化スプレーを吹きます。完全に硬化したのを確認したら、出っ張りを金属ヤスリで削り出し、400番のスポンジヤスリで整えます。各部モールドを彫り直していきます。プラモデルは金型の都合で斜めのモールドが途中から垂直に変わっていたりします。これを調整していきます。まずはデザインナイフで主なラインの目印を深く刻み込みます。その後目立てヤスリでラインを丁寧に合わせていきます。アーチ状のパーツなどの端はこのように形が緩くなるので、同様にデザインナイフで大まかに削り出して目立てヤスリでラインを合わせます。地味ですがくっきりとした統一感が出るのでおすすめです。右が加工後のパーツになります。
パテ埋めをしていきます。エポキシパテを色が均一になるまで混ぜたら、小さく切ってしっかり埋まるように押し込みながら少し多めに盛り付けます。硬化したらデコボコをデザインナイフで切り落とし、ヤスリで整えます。今回はさらに裏棒を使って各部のディテールをアップしていきます。まずは既存のディテールで潰れがちな部分をデザインナイフで削り取り、 0.5mm 厚の裏棒を同じ長さに切り出してピンセットで設置、流し込み接着剤で接着します。硬化したら400番のヤスリで上から薄く削り込んで表面を整えます。同じやり方で新規ディテールを追加していきます。イメージしたサイズに切り出した裏棒を仮置きしながら、決めたら流し込み接着剤で接着、角になる部分は軽く押し込みながら接着して、硬化したら角をなじませるようにヤスリがけします。先端部に貼る場合は特に測らずにそのままオーバーサイズで貼り付けて、硬化したらパチパチとニッパーで切り出して整えます。ポーションマークの位置などが被らないように全体のバランスを考えながらペタペタと貼り付けてディテールアップしました。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスをエアブラシでサーフェイサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。基本は1200番のグレーサフを、フレーム部分にはサーフェイサーエボガンメタを垂れないようにしっかり均一に拭いていきます。発色を良くするために赤いパーツにはピンクサフを、黄色いパーツにはイエローサフを吹きました。サフが乾燥したらフォント層に入ります。調色はおおむね指定色に近い感じで、グレー部分を少しメタリック調なグレー一色に絞っています。最後にメッキパーツの溝を黒くしたいので、水性ホビーカラーのブラックを均一に吹き付けます。まずはエナメル塗料で関節のパイプや丸モールドを塗り分けます。墨入れはタミヤの墨入れ塗料を使います。白いパーツのみダークグレーで、他はブラックで墨入れしています。墨が乾いたら
模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。さらに水性ホビーカラーを塗ったメッキパーツを専用の溶剤を使って表面を優しくこすって拭き取ります。今回はデカールを貼らずにマーキングシールのみを貼っていきます。接着面の汚れに気をつけながらピンセットで丁寧に貼っていきます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。半日以上乾燥させてトップコートが乾いたらあとは組み立てです。予定通りギミックを生かしたまま裏側の合わせ目をしっかり消しています。完成まで少しお待ちください。お待たせしました。フルメカニクスガンダムエアリアルの完成です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。オルスタでは全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。ではまた。